皆さん、こんにちは。前回の続き、今日は中国重大法典の第3位から公開していきましょう。第3位は執行典。彼は事態の流れに応え、数百年にもわたる群雄割拠の局面に終止符を打った。各民族の大統一を成し遂げた。中国における封建社会の発展に画期的な貢献をし、中国を中央集権的な帝国支配の時代へ導いた。彼は中国初の統一帝国の創始者であり、中国初の封建皇帝、秦の執行帝である。趙の国で生まれた執行帝衛青は、10歳の時に趙から秦へ逃れた。13歳で秦の甥につき、22歳で有力な権臣を排して、宮廷の唯一の支配者となった。39歳で李国を開別し、中国史上初の多民族による統一中央集権国家を樹立した。始皇帝は統一の中央集権国家を固めるために、経済と文化思想の面で一連の施策を実施し、統一された状況がさらに強固になった。対外的に北方の京都と戦い、万里の長城を築いた。南方で百越を征服、中国は世界最大の帝国となった。彼の帝国は一瞬にして崩壊したが、彼が作った封建政党は2000年以上続いた。おそらく執行帝は自分の人生が今後何千年にもわたって中国の歴史に大きな影響を与えるとは想像したことはないだろうし、自分のめぐる論争が1000年を超えて今日まで続くとも思わなかっただろう。しかし彼の有力によって世人に一つの天下という概念を植え付けた。この時から王と王民の思想が人々の心に根付き、統一された強大な国家が東方に立ちました。2000年以上もの間、世界に光って輝き続け、執行帝の礎は1000年続く功績である。功績1、文字の統一。現在でも使われている民族の基礎となる。功績2、文法制度を廃止し、軍を設置することは数千年以上にわたって中国の統一後の行政の標準パターンとなった。功績3、貨幣と塗料港が統一されたことで、商業における国内でのコミュニケーションが非常に容易になりました。功績4、すべて車の両輪の間隔を横6尺に変更し、また、距離測定の基準も標準化した。新直道の建設は国内の交通を大いに便利にした。新直道は秦に築造された高速道路です。今の咸陽市全華圏から全長は 700km 以上。世界で最高な高速道路とも呼ばれる。功績5、李国の師匠を燃え、客観的に政治の統一し、歴史問題で国が分裂するのを防いだ。しかし、破壊された戸籍の写しが各国に保存されており、その子の既存は降雨による秦の都の焼き討ちによるものであった。功績6、霊教を建設した。建造文化、公安文化とも呼ばれ、世界で最も古い文化の一つである。それにより、出港流域の支配を強化し、
この地域を恒久的に中国の領土になった。功績7、万里の長城を築く。北からの古族の侵攻を防ぐ重要な防衛線であり、万里の長城は長い間、国の境界線となった。功績8、南越の南征により、福建、浙江、両江が中国領土に編入された。功績9、北の京都を打撃、関東の地域を奪還し、この地域を永遠に中国の一部とした。関東とは、黄河の木地湾とその周辺にある卓老山、大西山、伽藍山が形成した江東、全東、西東の3つの平原や漢中北部のオルトス高原も含まれた。これによって、中国に統一された多民族中央集権国家の基本的なパターンが確立された。第2位は、漢の武帝、劉哲。彼はかつてないほど国家の品格を確立し、時代を超えて立ち上がる自信を民族に与えてくれた。彼は一国が奮起してきた偉大な時代を形作った。彼の国号漢は永遠に偉大な民族の名となり、彼は漢の武帝、劉哲である。武帝は帝王の家系で生まれた。幼い頃から天下を統治するための厳格なシステムを身につけ、本番的君主の教育を受けた帝王であり、しかし、それは武帝が青年として持つべき独立心と活力を奪うものではなく、武帝は常に野心と自信を持ち、皇帝の気質を持つ主であった。若い頃の武帝は、真の執行帝を模範とし、結出した君主を目指した。始皇帝の時代から、京都は強力な軍隊や馬を持ち、南方への侵攻を繰り返していた。始皇帝は、防御のために、万里の長城を築かなければならなかった。漢の初期、京都の実力が絶頂に達し、幕北を統一した後、漢に攻め込んできた。劉邦は軍を率いて京都を迎え撃ったが、敗北した。秦の末期、長年の戦争と混乱で人口が減り、経済も疲弊していて、京都の進撃に抵抗することはできなかった。漢は京都に長考して、和議を成立させ、漢の姫を京都の君主に嫁がせ、極めて恥ずかしめを受けた。文帝や慶帝の時代にも、京都は漢に入り込み、殺戮と略奪を繰り返した。二人の皇帝は戦力格差で表面的に京都の悪事を無視したが、密かに経済を発展させ、軍隊を訓練し、国知を忘れることなく、苦難の文系の地を経て、武帝の即位時に漢の国庫に食料が積み上げられ、どの家庭にも馬があり、みんな上手に乗れる。国力は強くなり、ようやく民族が自立するための条件が整った。強大な京都の絶え間ない侵略に直面した16歳の武帝は、遠くから京都と戦うという事態を震撼させる決断をした。彼は当初から頂上の平将にある漢帝国の地域を越え、その先を見据えていたのだ。守りを攻めに転じるという彼の戦略的発想は時代をはるかに超えている。
唐の大宗、ジンギスカン、明の永楽帝、秦の皇義帝など、後の皇帝の模範となったのである。彼の戦略的な思考に導かれ、世界史上で唯一農耕民族を率いて、遊牧民の一掃した帝王となった。京都を一旦倒した後、彼の子孫は6000人にわたって京都軍の残党を追い詰め、最域で京都の軍主を惨殺した。隋漢の怒らせる者は遠くても殺すという名言を残した。漢の部隊は天下を開くことを使命とする、まさに偉大な軍主であった。文武両道における彼の功績は比類がない。彼の想像力と創意工夫は政治闘争を芸術の域にまって高めた。彼の剣弁道記事は当時の賢人たちを愚かに見せていた。彼の心が広く、寛容であり、人の才能を見抜く力がある。徳と法の支配に基づく国家の樹立を提唱した。彼の切り開いた領域は初めて中国の広大な領土の基礎が築かれたのである。中国の政治は秦の始皇帝から始まり、中国の領域は漢の部隊から始まった。漢の部隊は歴史を超えた才能と知恵を持った人物だった。彼の功績はアレキサンダーやナポレオンといった西洋の王をしのぐほどであった。中国史上英雄、偉人、聖人で溢れていますが、彼を尊敬せず恐れない人はいないでしょう。中国10代皇帝の第一位は、唐の大宗李世民です。彼は国家に高い国際的地位と輝かしい経済的や文化的偉業を果たした。世界各国から貿易や文化交流のために唐に訪ねてきた。良い名声が広く行き渡ったとも言えます。彼は強くて開放的な国家を築き、外国人からかつてないほどの尊敬を得た国であった。彼は中国史上文武両道に引いてた帝王、唐の大宗李世民である。貴族の家に生まれた李世民は、18歳の時、父と共に軍を率いて隋に対抗し、三軍を率いて唐のために天下統一を成し遂げるという最大の功績を残した。その後、唐の第二代皇帝となり、大宗と呼ばれるようになった。北の草原に住む民族吐血の指導者たちは、何千キロも離れた中国の肥沃な土地を狙っていた。大宗が即位し、また安定していない頃、吐血は20万の敵機を率いて長安に落としつけてきた。戦いが目の前に現れ、唐は混乱に陥った。国家の存亡に関わる重大な局面で、天聖教官、戦力得意な李世民は軍を率いて恐れず敵を撃退した。その後、李世民は状況を把握、異議を排除し、国の存続の力を作るために、強大な吐血に大金を費やし、講和した。こうして国は滅亡の危機から救われたのである。大きな野望と強い個性を持つ大宗は、軍隊と民を率いて一日も早く唐を再興し、長年北方を支配してきた吐血の消滅が欲しかった。彼は国を統一、官能庁の威厳を蘇らせようと決心していた。それから3年ほど、李世民は合心昇胆の気持ちで
生産の発展と国の強化に努めた。同時に軍隊を強化し、戦闘力を高め、吐血の敵に対抗できる騎兵を作り上げた。唐の殺戮の共有に対する反撃はいよいよ始まった。李世民の緻密な計画により、優れた戦闘力を持つ精鋭騎兵が吐血軍の背後から奇襲し、国のために情熱に溢れた唐の兵士たちは敵に大勝利を収めた。曹は並外れた勇気と軍事才能を持って唐軍を率いて北方の強力な遊牧民のぶち破り、国家統一を実現した。戦後、大曹は国を早く平和建設に向かわせるため、憎しみを捨て、民族団結の政策を取った。大胆に災いなかで数十万人の遊牧民の内陸部に移住させ、良い土地を与え、耕作させることで生き延びてきたのです。この大規模な人口移動は、草原の人々を救い、彼らは大曹が万民に対する寛大な愛に深く感動した。長年の戦乱で衰退していた諸島の人々は、民の生活は困窮し、再現すべきものがたくさんあった。29歳の李世民は政治的に宣言の命があり、演武修文ことで国の平和と建設の道を選び、一連の戦略を実行して国を治めた。ガバナンスの焦点は農村にしっかり推進していた。大胆に管理をカットし、民をなだめ、形式にこだわらないで人材を選抜、謙虚に還元の聞き入れ、唐は急速な発展の道を歩み出した。大曹の傑出なリーダーシップ、英才たちを率いて、自国や自陣両方とも完璧に成し遂げ、文武両道で並々ならぬ成果を上げた。歴史家の間で、中国史上で最も有能な皇帝とされ、中国や世界の帝王の模範となっている。中国10代皇帝の紹介を今日まですべて締めました。ご推測と食い違うところございませんか？ご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。